大箱は雑草というイメージが強いかもしれませんが、暑さや寒さに強く、踏まれても大丈夫で、群生すると雑草抑制にもなるので、グラウンドカバーにぴったりな植物です。公園や道端ではよく見かける大箱ですが、お庭には長い間全く生えてきませんでした。それが去年、お庭の真ん中に畑を作ってミミズが増えたことで、モグラが庭中に穴を掘るようになり、その穴の近くから大箱が生えてくるようになりました。おそらくモグラが種を運んできたんだと思います。お庭にたくさん生えてきたこの大箱を、去年の10月に DIY した踏み石の間に移植して育てることにしました。今回の動画はその大箱の約10ヶ月の成長記録になります。果たして大箱は芝生に代わるグラウンドカバーになるのでしょうか。どうぞ最後までご覧ください。移植した直後の大箱はこのように葉っぱがしんなりしていますが、3日も経てば根付いて青々としています。大箱は子供の頃に茎を使って大箱相撲をしたり、葉っぱをちぎって中の糸を出して遊んだ記憶がありますが、楽しむだけではなく、古くから薬草として利用されていたり、若葉をおひたしや天ぷら、種はふりかけにするなど食べることもできて、リクガメなどの爬虫類の餌としても利用できます。よく見ると大箱の小さい芽がたくさん生えてきています。自然に生えてきたこの場所の大箱は群生して雑草を防いでいるので、同じように増えてくれることを期待します。12月になりました。ここは千葉県の中でも冬が寒い地域で、北風が当たって霜が降りるようなお庭です。お庭の大箱は一部葉っぱが黄色くなっていますが、まだ枯れてはいません。大箱は寒さに強くて葉っぱが枯れてしまっても春になればまた芽を出しますが、グラウンドカバーとしては冬も葉っぱが残っていてほしいです。冬本番の寒さになり、毎朝池の水が凍るようになりました。全然枯れていない大箱もあれば、ほとんど枯れてしまった大箱もあって、場所によって違うので、気温の低下というよりは北風と霜が原因で葉っぱが枯れるようです。踏み石の間に移植した大箱はまだ葉っぱが残っていますが、少し枯れています。春になっていろんな植物の芽が出てきました。冬に休眠状態だった大箱もぐんぐんと成長しています。大箱以外の春の雑草もなるべく抜かずに残すことにしました。大犬のふぐりやユウゲショウ、ペンペングサも土壌改良する前は生えなかった雑草で、花が咲いて可愛らしい植物です。春の雑草を残して土の露出を減らすことで、草丈が高くて厄介な夏の雑草が生えるのをある程度防ぐことができます。この場所の葉っぱが枯れていた大箱も完全復活しています。秋に紅葉した葉っぱが綺麗だったこの雑草も残すつもりだったのですが、調べてみたらギシギシという植物で草丈100センチほどまで大きく成長して、春先に黒い虫が大量発生するので気持ち悪いので抜くことにしました。他にも白爪草に似た雑草が生えてきたのですが、
どうやら米粒爪草というマメ科の一年草で、黄色い小さな花が咲いて広がるように育つので、グラウンドカバーにも良さそうです。大箱を増やすつもりでしたが、途中から他の雑草の成長も楽しんでいます。踏み石の間の植物も当初は多摩龍を植える予定でしたが、偶然生えてきたこの大箱をグラウンドカバーとして育てることにしたのです。この様子だと夏までには大箱だらけになりそうです。予想通り7月になる頃には大箱だらけになりました。この大箱が茂っている様子を雑草だらけと感じる人もいるかもしれませんが、私はすごくいい感じだと思います。関東はまだ梅雨が明けていないので、本格的に雑草に悩まされるのはもう少し先ですが、この場所は他の場所と比べると生えてくる雑草が少なくて、たまに気になったら抜く程度です。一般的に雑草と言われている植物でも、私が雑草認定してないというのもありますが、今のところこの場所で雑草に困ることはほとんどありません。これが米粒爪草で、こっちが遊化粧です。遊化粧はほっとくと大きく広がるので邪魔になってきたら抜いているのですが、ピンクの花が本当に可愛いです。最初にこの場所に生えてきた米粒爪草が少しずつ周りに広がっていきました。ウラジロチチコグサは大箱の近くからよく生えてくる雑草なのですが、増えすぎないようになるべく花が咲く前に抜いています。猫じゃらしもたまに抜く程度で、困るほどたくさんは生えてきません。約10ヶ月間グラウンドカバーとして大箱を育ててみて、分かったことを簡単にまとめると、大箱は寒さに強い植物ですが、冬は北風や霜が原因で葉っぱが枯れることがあります。また土が硬い痩せ地でも育ちますが、排水性が良く、ある程度ふかふかした土の方が元気にもりもり育つので、増やしたい場合は踏み石を配置するなどして土が踏み固められないような工夫が必要です。群生すれば大箱以外の雑草を防いでくれるので、草取りの負担を軽減することができます。大箱は芝生みたいにふかふかした感じはありませんが、葉っぱで遊んだり食べることもできて、管理の手間がかからないということが最大のメリットです。まだ真夏は経験してないので、例年続いている酷暑に耐えられるのか、真夏の雑草対策にはなるのかなど、まだわからないこともあるので、また後日大箱の動画を作成する予定です。最後までご視聴ありがとうございました。